どうもなんとか塾講です。よろしくお願いいたします。エンダー7をご提供いただきましたクリエイティ様より今回も CR30 のご提供をいただきました。そしてご覧の通り私 CR30 を用いて長物の量産造形を行ったり小物の量産造形を行ったり、ご覧の通り大物の単品造形を行ったり、5キロフィラメントを使用してこちら造形しました。そしてその5キロフィラメントももう残り2キロ切っているような状況となっております。それぐらいねやり込んでおります。そしてレビューをしていくわけなんですが、 CR30 一言で言いますと上級者向けの 3D プリンターとなっております。と言いますのもこちらご覧ください。たくさんの不良の数、私の 3D プリンター歴の中で初めてこの機械でモジャの造形をしてしまいました。私モジャを作ったのがこれが初めてということでですね、それなりに扱いに難しい機械となっております。とはいえ長物の量産が可能なのは事実ですし、小物のこういった量産も可能なのも事実です。そしてこういったですね、普通のノズルが90度のタイプの 3D プリンターにはできない、オーバーハングをサポートなしで造形できるというのもここに実証された形でありますというわけで、失敗談含めて濃いめのレビューになるかなと、濃いめというかマニアックなレビューになるかなと思います。難しい機械ではあるけれども、他の 3D プリンターにはできない長物の造形、そして連続生産、そしてオーバーハングをサポートなしで造形できる特殊な軸構造、これ非常にね素晴らしい構造なんですが難しいということで、言うなれば未完の名機という感じになっております。何が未完なのかと言いますと、オペレーターがこの機械を保管してようやく完成する名機となっておりますね。なかなかできることではございません。こうやって量産することもね難しいところをちゃんとやってくれてますし、オーバーハングを難なくと造形するっていうところも素晴らしいんですが、それをさせるためにオペレーターの力が必要だよということですね。購入を検討されている方のもとでですね、より良い名機として完成するようにちょっと私の失敗談を共有していきたいと思います。ではまずこちらの製品取り外していきたいと思います。まだねこれひっついてるんで取れないんですけど、取り外していきたいと思います。よっしゃ。はい、こんな感じの造形となっております。はい、ここねオーバーハングになっております。オーバーハング、そしてここねポケット開いてました。これもサポートなしで造形が可能だと。サポートはほぼついておりません。私が設計上つけたものはありますが、自動生成のサポートはつけておりません。はい、ではちょっとこういうのね取っていきたいと思います。はい、では余計なところをカットしていきたいと思います。これはね定着を良くするためにつけたピロピロです。初期にかなり失敗しやすいので、初期にこの範囲でいくら失敗してもいいから、その範囲内で定着を成功させてくれればこっちが無傷で造形できるという感じでピロピロつけてます。ピロピロは薄くしておけば比較的簡単に取れるという感じです。これもピロピロ。こんな感じで取っていくと。
はい、というわけで手仕上げ終わりました。こちら何に使うものかと言いますと、こういったラチェットレンチやソケットを収納するものとなっております。このように収納していくと、はい、やっていきたいと思います。まあこんな感じやと。はい。多少ね、手持ちのソケット全部入れても余ってますが、収納というものは余裕を持って作っておく必要があると。で、そしてこちら、今このように自立しておりますが、立てて使うものではなくて、こちらの、レール、これ壁とか、あるいはワゴンとかに固定して、こんな感じで引っ掛けて使う予定であります。重くなる可能性があったんでね、レールはね、ご覧のように2本かかる仕様となっております。まあどの方向から印刷したとしても、一般的な 3D プリンターでサポートなしで印刷することは多分不可能な造形物となっております。こっち方向に印刷する場合、ここに結構きつめのねオーバーハングが入ってますので、絶対ここにサポートが必要になると。加えてここポケットありますよね。ここも、サポートが必要になってくるので、この方向では印刷できないと。じゃあこの向きはどうやねんという話なんですが、縦向きね。縦向きの場合はね、ここがどう考えてもサポートが入らんと造形できない構造になっております。はい、ここもね造形できなくなりますよね。ここら辺も造形できなくなると。で横向きはどうやという感じなんですけど、横向きもここがオーバーハングになるので、ここにサポートがずらっと入る必要があるという感じになります。あとここにもサポートが必要ですよね。はい、というわけでこちらの造形物はCR30 のようなベルトコンベヤ45度ノズルの 3D プリンターでないとサポートなしで造形することはおそらくできないと思います。ここにね造形用サポートするために私がモデリングした壁をレイヤー1層分作っておりましたが、なくてもいけたかもしれないですね。特に側面はなくてもよかったと思います。側面だけね定着を強力にする程度に一層あればよかったかなと思いますが、まだ使いこなしてないんで造形品位もそこまで高くはないので、ここら辺もね後ほど上げていきたいなと思います。はい、こちら小さなケースです。糸引きがね結構ひどいけど、糸引きはねセッティング等々詰めていけばなくなるかなとは思うんですが、そんなことは置いといて、これの最大のこの機械で造形するメリットなんですが、ケースとフックが同時に造形できて、なおかつサポートがいらないという状況です。これがね非常にいい感じに楽に造形できると。こういった形で、普通のね三軸のっていうか普通の構成の 3D プリンターで作ると、ここにどうしてもサポートが必要やと。こうやって印刷したとしても、ここの底面を支えるためのサポートが必要やという感じになるんですが、この向きで印刷すればこいつの場合サポートレスで造形が可能だと。初期の定着を良くするためにピロピロをつけております。そしてこれはハサミでカットすればいいと、ね、面取りもついでにしておきましょう。こんな感じでできると。こういった感じのフックを一緒に造形したケースを簡単に量産することができるんで、こういうね収納も簡単に作れるという感じです。こっちにメインのね割と容量の必要なものを収納しておいて、さすがにこのケース1個を使うに至らない微妙な在庫をこっちのケースで収納するみたいなね、かゆいところに手が届く造形ができると。はい、話がそれるんですが、こちらの収納ケース私買いました。
明日の動画でね、ちょっとお得な情報も、こちらのケースにまつわるお得な情報もね、ちょっと盛り込んで明日の動画にしたいと思います。興味ある人は、ぜひ明日の動画も見てください。ほんで、こういったものの、言ったらちょっと長細い形の造形の場合、造形方向はこういう方向がベストだと。最初にね、あんまりよく理解してなくて、この方向で印刷したんですよ。で、印刷これできてるんですが、ご覧の通りここ非常に反りが大きくなってます。これはベルトがこっち方向にはテンションがかかっていて、ベルトの剛性が高いんですが、こっち方向はテンションがかかってないので、造形物の反りに沿って変形してしまうと、ベルトがね、こんな感じで。なので、こういう造形物の場合、こう印刷するよりもこう印刷した方がいい。で、反りが大きくなったことによって、ここ積層がね、安定してないで割れちゃってます。はい、そういったポイントもあります。で、このフックの場合、こういった感じで造形できるんですが、こんな感じで造形する場合、この角の部分が造形中に、フィラメントが射出されてしまうので、それをね、面取りして逃がしたりとか、設計に対して配慮が必要になってくると。こんな感じでね、ワイドなやつは歪んでしまうという話なんですけど、こういうワイドなやつはどないしたらええねんっていう話なんですけど、もうある程度反ってしまうのは仕方がないと。これもね、実はここに完成してはいるんですけど、こんな感じで反ってるんですよね。割と抑え込んでる方ですけど、こんな感じで反ってしまうと。ただし、反ってしまって造形が失敗してしまうのを避けるために、スタート位置でこういうピロピロで、品物の手前で剛性を少し上げるようにピロピロをつけておくっていうのと、こんな感じで問題のない範囲でスタート時の造形を分割しておくと。で、最終的につなげてしまえば、多少造形の反りは控えめになると。長物に対して非常にね、優位性がある特徴を持っておるのですが、こんな感じで印刷できます。これはね、600mm のモデルなんですが、こっちが印刷スタートなんですけど、ご覧のようにね、反ってると。印刷し始めの頃、ベルトにあまり素材が定着されていない状況だと、どんどん定着が増えてきたところで、先端がね反りやすい、ある程度素材がこう定着してくると安定した感じで印刷されていくんですが、最初のうちはねこういう感じで反り上がりやすいですね。これに限らず、付属していたフィラメントで造形したこいつもご覧のように先端が反っているという感じです。そして長物のもう一つの特徴として、素材が、収縮していく都合で、これ 600mm のモデルなんですけど、実際測ってみると 597mm なので、モデルで作ったデータと実際にできたもので 3mm ぐらい、収縮しているということなので、ちょっと長手方向の精度はそこら辺を加味する必要があると。で、取り付けピッチの穴がこうやってあるんですけど、これを丸で書いてしまうのは、こういったプリンターの特性からあんまり良くないと。長丸にして縮んでしまうのに対応した、設計にしておいた方が無難だという感じですね。で、機械本体の調整で重要なところをちょっと説明していきたいんですが、結構ね、気をかけて調整しないといけないので、そういった点で上級者向けとなっております。レベリング4箇所ご覧の通りあります。基本的にはこことここでレベリングを行って、こっちは目視なりなんなりで、なんか平行っぽくするというような感じです。ただ重要なのはこの2点だと。
でそれなりに合ってればいいなんですが、ここのレベリングちょっとね、ここがへっこんでます。真ん中がへっこんでます。なので端っこ端っこでレベリングするとここがちょっとね遠くなるんですよね。なんで私の場合は原点から 40mm の位置と、原点から 160mm の位置、ちょっとね真ん中寄りのところでレベリングしてます。裏側にこれセンサーがあるんですが、ここにセンサーがついてて、こういう感じで止まるようになってるんですが、センサーで止まるのと同時にここのストッパー、こっちとこっちにストッパーがあります。これが同時に当たるようにセッティングしておく必要があります。意外と癖があったのがこのエクストルーダーなんですけど、エクストルーダーこれちょっと後で分解してちょっと解説したいなと思います。ここがじんわりと不調で造形がうまくいかないっていうことがありました。ここは解説したいと思います。これ純正の配置ではなくて 5kg のフィラメントをつけるために私がねちょっとありもので移動したレイアウトになっているので、純正の位置とは違います。組み立て難易度は高めとなっております。難しいかって言われたら難しくはないんですが、ちょっと大変と。3D プリンターでよくある程度組まれている状態から組み立てるっていう感じなんですよね。で普通 3D プリンターある程度組まれてるやつって基本的にネジは締まった状態だと思うんですが、こいつに関して言えば結構いろんなところが半締め状態で梱包されておりました。なので基本的に組み上げて自分が取り付けたネジ以外もちゃんとしたトルクで締まっているのかっていう確認がこれ必須な感じです。なんかねツイッターのレビュー見ててもネジが締まってなかったっていうレビュー結構ありましたので、自分が取り付けた部品以外のネジもチェックすると、そういうね注意点があるという感じです。
気難しさはあるものの非常に自由度の高い造形ができるけど、言うて三軸のね軸を傾けただけなので扱いにコツがいるという感じです。例えばの話、これぐらいの小物をたくさん量産したいっていう程度であれば非常にねあまりハードル高くなく使えるかなとは思いますが、このクラスの大きさのものを成形しようとすると機械に対する理解とか素材に対する理解とか、設計に対する理解、これに合わせた設計ができるか否かっていうところとか、そういったところがあるかなという点で上級者向けの 3D プリンターとなっております。で、造形時間とかっていうのは話してなかったので造形時間の話をしたいんですが、こちら 0.4mm のノズルで1本6時間ぐらいかかっております。で、スライサーソフトの方で何個印刷するのかっていう設定ができるので、1つのモデルを、例えば2個量産するとか6個量産するとかっていうことができます。この、レールの場合1個6時間のものを、2個3個セットして、12時間だったり18時間だったりとかっていうのを連続成形しておりました。で、こんな感じでたくさんの本数を作っております。こちらの小さいケースなんですが1個だいたい 1.5 時間1時間半の造形時間となっております。 0.8mm でね 0.8mm で、こちらの4ポケットと2ポケットのバージョンを交互に、3セットみたいな感じで流しておりました。連続して造形できると、条件さえ整えておけば安定して造形できると、小物はね。そしてこちら最後に造形したこちらの大物、もう X のストロークをほぼほぼ使い切って、高さもそれなりに一番高いところで 70mm の高さがある造形物を造形しました。こちらね非常に大変でした。まずね、ごくごく初期の頃に 0.4mm でこれぐらい印刷できるんちゃうかとなめて腐ってですね印刷してもじゃができました。はい。で 0.4mm で印刷するとこいつの場合、これを印刷すると確か3日っていうシミュレーションが出てまして、で割とシミュレーションより長くなるっていうことを鑑みても4日ぐらいの造形がかかるであろうというやつに初期の頃に挑戦してあえなく初期段階で失敗したという感じです。で、結構失敗するのに時間かかるっていうんでは話にならんということで途中から 0.8mm のノズルに変えました。 0.8mm のノズルで練習してそしていよいよやり直しやということでここら辺にチャレンジしたわけなんですが、結構ね大変でした。重要なポイントとしては先ほども言いましたが、造形物が反ってくると X の方にこんな感じでですね、湾曲してくるのでノズルに対して素材が近づいてくるんですよね。近づいてきた時にノズルが素材にガン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 とぶつかって脱腸してしまうということで、こんな感じでですね積層ずれがこんな感じで積層ずれが起こってしまいました。そうこうしているうちに1個2個3個の失敗作を生み出したと。 0.8mm のノズルでこれを解決するためには Z ホップにチェックを入れて、0.3 程度ホップさせておりました。早送りの時に 0.3 程度ホップさせるとするとなんとか、造形がうまくいきました。あとねセンサーの位置ですね。センサーで止まる位置にストッパーがちょうど止まるようにしといた方がいいですよということですね。その他もろもろ大きい造形をするにはですね注意点が必要だと。まずフィラメントの量がちゃんと足りているのかどうかとか、仮締めのネジをちゃんときっちり締めましょうっていうこと、あとレベリングをきっちりやりましょうっていうこと、あとここ、エクストルーダーの調整をきっちりやりましょうと。ここエクストルーダーが微妙に調子が悪いと、ただでさえベルトにフィラメントを押し付ける力が弱い45度傾きのこのプリンターで、しかもエクストルーダーの方から材料があんまり供給されへんってなるともう不良の連発となりますので、ここのね調整も非常に重要です。使い勝手としては
英語と中国語しかないので少々頭をひねるところがあるかもしれませんが、回して選択をして決定という感じの非常にね、操作性はいいです。ただ言葉がよくわからんので注意が必要です。というわけで今回の動画は最後にしたいと思います。クリエイティさんより CR30 ご提供いただきました。こちら、工房でですね使っていきますので、後々また、使い勝手等々のレビューとか、造形をやっていきたいなと思いますので、チャンネル登録、グッドボタンどうぞよろしくお願いします。というわけでご視聴ありがとうございました。